みんなは日本の桜の7割はソメイヨシノだと知っているか？ソメイヨシノは成長が早く接ぎ木で増やされ、明治時代以降に一気に全国に広まった品種。寿命は60年から80年と言われ、日本全国のソメイヨシノは戦後に植えられたので、全国的にそろそろ寿命なのである。平安時代には山桜でのお花見が主流で、八重桜はその中でもめったにお目にかかれない超豪華なレア物。平安京では奈良から届く特別な献上品なのである。そして今回の主役はその高貴な八重桜なのだ。古の奈良の都の八重桜、今日ここの絵に見ほひぬるかな。奈良から届いた八重桜を一条天皇に受け渡す際に読まれた伊勢の大夫の和歌である。八重桜で宮中の華やかさを例えた歌なのだ。ソメイヨシノにうつつを抜かすのもいいけど、春のフィナーレである八重桜を歴史とともに楽しんでこそ花見なのだ。ここは造幣局広島支局。毎年短期間だけ開催される花の回り道。約60種類200本以上の八重桜が植えられていて、右に見えている御遺構や定番の寒山まであるのだ。八重桜は花びらが8つというわけではなく、たくさん重なっているという意味。多いものだと300枚以上。花びらが多いため、ピンクのモフモフ状態でとても愛おしい。このモフモフがとても和菓子みたいで食べてしまいたいと思っているそこのあなた、実は桜の花の塩漬けやあんパンの上に乗っている。ピンクの花はほぼ八重桜。塩漬けされても形が崩れず、香りも味も強く残るので、あんの甘さを引き立たせるのだ。ここからさらに絶景が続く。造幣局はいわゆるお花見はできない。飲食禁止。純粋に桜を楽しみ、撮影を楽しむことにしよう。もちろん歌はいくら読んでも OK なのだ。瀬戸の晴れ、もふもふ揺れる八重の波。回り道、八重の歴史を写し取る。みんなも何か思いついたらぜひコメントしていってね。去年の今頃にも造幣局には来たが、広島で見る桜はここが最高だと思うのだ。規模といい、期間といい、飲食禁止なのもよし、純粋に桜を楽しみ、撮影を楽しめるのだ。毎年開放される期間は短くそして変わるので、旅行の計画で造幣局は入れない方がいいだろう。運が良ければ行ける場所なのだ。ここで桜は終わり、一周してきたのだ。まだもうちょっと桜成分が足りないので、最後は駆け足で行こう。桜だけじゃなく足元のタンポポもお忘れなく。
ということで今回はここまで。今年の桜もこれで終わりなのだ。みんなも桜を楽しめたかな？最後にこの歌を読んで終わることにしよう。散り急がぬ八重がしんがり秋の晴れ。八重桜が今年の桜のフィナーレ、そして春の陽気を歌ってみたのだ。そして次回からどこに行こうかな。いろんなところで生命の息吹を楽しめる時期、ドライブが最高になる時期なのだ。今回の動画は楽しんでもらえたかな？ YouTube にはこの動画が AI の作ったゴミ動画に見えているらしく、現在収益化が停止中なのだ。このゴミ動画をもっと見たいと思ったら下の概要欄からカー用品やガジェットをチェックしていってね。シーズンによって変わるので要チェックなのだ。みんなのお買い物やチャンネル登録、コメント、高評価が次の動画を作る力になるのだ。なのでこれからも応援よろしくお願いします。